東日本大震災と、あと、原発の災害、産業がかなりなくなってしまったと、そこを産業復興をさせて、新しくその復興の産業基盤を作るということで、福島イノベーションコースト構想というのが出来上がっているわけですが、皆さんこんにちは。復興の現在地ということで、福島イノベーションコースト構想のお話を、分かりやすくお伝えしていきたいと思っております。本日は、福島県南相馬市の、福島ロボットテストフィールド管制室にお邪魔しております。副所長の安藤さんにお越しいただいております。はい、ロボットテストフィールド副所長の安藤でございます。本日はよろしくお願いします。早速ですが、この外側の施設に非常に目が行くんですけれども、50ヘクタール、東京ドーム10個分ぐらいの大きさということですが、もう中にもいろんな施設がおありなんですよね。そうですね、広い敷地で外にいろんな施設がありますので、そちらに目が行くのは当然のことですけども、フィールドの中にもですね、屋内施設としてドローンの試験をする風洞とかですね、水中ロボット試験するようなプールなどもございますし、今日来ていただいて、こちら研究棟って言いますけれども、研究棟の中にも雨の中で飛ぶとか、あと風の中とかですね、あと振動とか、ドローンの性能を評価するような試験設備もございます。で、加えてですね、ロボットテストフィールドなんですけど、この基礎的な試験とかできるように、中にはいろんな分析装置であったりとか、あと測定装置であったりとか、あと最近ちょっと話題とか出ますけど、3D プリンター、プラスチックとか、あと金属の 3D プリンターとか、あと X 線でこの断面を見れるような、X 線 CT ということで、基本的にはそのドローン、ロボットの施設ありますけれども、その基礎研究的なところもやれるようないろんな設備が整っております。この施設ができた経緯についてもお伺いしたいなと思うんですけれども、この大きな敷地で01で作られるって立地条件的にも環境的にもかなり難しい部分があるのかなと思ったりもするんですが、福島県のこの太平洋側の浜通りというエリアの復興と政府のロボット新戦略みたいな社会的なニーズ、国家的なニーズみたいなものが一致してできたとか、そういうような経緯になるんでしょうか。そうですね、今おっしゃられているように、この浜通り地区はですね、ご存知の東日本大震災と、あと、原発の災害、産業がかなりなくなってしまったと、そこを産業復興をさせて、新しくその復興の産業基盤を作るということで、福島イノベーションコースト構想というのが出来上がっているわけですが、その構想と、あと国家戦略としたロボット新戦略、それがうまくマッチしたと。いうことが言えるかなと思います。また今年は4月からなんですけれども、福島国際研究教育機構という FLEI って我々言ってますけれども、FLEI にですね施設が統合されまして、FLEI は当時研究開発をもう中心にやられている、最先端のことをやられている機関がありまして、でその機関で研究開発されて、我々のではいろんな実証試験ができると。でそれにイノベーション機構も変わって、お互いがその相乗効果を持つことによって福島県の復興を推進していきますと。福島県の復興の一つの拠点でもあって、当然地域の皆様の足元に根付いた活動としてこれから進めていきたい。そのように考えています。今福島イノベーションコースト推進機構さんのお話とFLEIさんのお話とありましたが、改めてこの立ち位置、それからその役割みたいなものについて教えていただいてもいいですか。ちょっと繰り返しになりますけれども、FLEIさんというのは世界の最先端の技術、そういうものを研究開発される部分で、我々は試験を実証する設備を持っていて、イノベーションコースト機構というのはどちらかというと地域の連携、浜通りも含めて福島全体が地域の連携のところにそれで強みを持っているということになります。したがって今後復興を進める上で、研究開発から地域を含めて、人材育成、産業集積、それを共同して進めることによって、そのイノベーション構想というのをもうさらに前進させていくと。そういうことを期待して、これまで実証実験1000件くらい、されていらっしゃるというところをちょっと伺ったんですが、期待通りの実績を積み重ねてきていらっしゃるのかなと思うんですけれども、この辺の手応えとかはいかがですか。ロボットテストフィールドな活動を完全に開始したのは大体5年ぐらいにはなりますけれども、その間おっしゃった1000件、企業さんもそうですし、大学さんであったりとかいろんな自治体や機関とか使っていただいて、大体毎年300から400ぐらいの機関
の方がいろんな試験をされています。でその中ですでにですね、合計で言いますと80くらいの企業さんがこちらの浜通り地区に進出していただいています。5年間それだけ出てきていただいているのは一つの成果といいますかと思っています。またこれロボットテストフィールドのお話ししましたけど、実はその企業が進出してくださるために南相馬市さんも産業復興工業団地という、ある意味土地的な場所的な面ですね、そういうのもございますし、あと産業創造センターというスタートアップ企業さんがいろんな企業を立ち上げたというのを支援するところであったりとか、あとは自治体様ですね、いろんな支援とか補助金も含めて浜通り地区でいろいろ仕事を始める、この移転していただける方、またいろんなその手厚い支援をしてくれてるというのが企業さんがこちらに出てきていただく大きな後押しと、一つの大きな理由ではないかと思っています。なるほどですね。かなり壮大な大きなプロジェクトかなと思うんですけれども、実績の部分で特徴的なものであるとか、注目してもらいたいその技術エリアとか業界エリアみたいなものって何かお話しいただけることがあれば。ロボットテストフィールド自体がですね、陸上から水中水上、それ空の問題いろんなものをやってまして、空を飛ぶドローンで言いますと実際の社外に使えるように広域の中で飛ばすものとか、あと水中ドローンですと、今プールの中でやってますけど、いろんな災害があった時にその確認に行ったり探査に行くとかですね、地上の元の災害で見に行くとか、そういう意味ではあらゆるロボット関係のものを、ここで実証実験できると、そういう感じですかね。はい。このちょうど後ろに見えるのが、滑走路、あとヘリポート、で、ちょっとご紹介したのはその奥に、熱湯がありますけれども、通常いろんなドローンとかを飛ばすときにはですね、法律の制約があってあんまりちゃんと申請をして許可を得ないといけないんですが、あれ今下がってますけど、ああいうネットで覆われたところは室内と同じなんで、本来なら例えば夜間は飛ばしちゃいけないんですよ。ちゃんと申請してください。物を投下するんだったらちゃんと申請してくださいねみたいな規制がいろいろやっぱりあるんですね。ですけど、ああいう中でやればいろんなそういう規制を解除していろんな試験ができるので、そういう意味ではドローンとかこれからいろいろ開発される方にとってはすごい使いやすい場所だと思ってます。なるほどね。反対側も拝見させていただいて、そのさっきおっしゃられたその水中のとか、あとトンネルのとか、そういういろんな実験が、環境の実験ができるところも。そうですね。トンネルなんか崩落事故とか以前の災害がありますから、実際のトンネルを使って検査とか教育ってできないじゃないですか。だけどこういうとこ使って、その機械を使ってこういうところはこうやって検査するとか、こういうところを見るんだとか、いろんなゼネコンさんとかが来てですね、けどいろんな教育とかそういう場面でも使っていただいてます。なるほどですね。あとは市街地フィールドとかありますけど、いろんな自治体の消防の方々が来て災害救助の訓練にも結構役立っている施設になっています。そう遠くない未来に、ドローンとかロボットが活躍する、そういう未来があるっていうのは、非常にワクワクする部分ではあると思いますけれども、今後のその課題とか挑戦みたいな部分もちょっとお伺いしたいなと思うんですが、今、日本だけじゃないですけど、少子高齢化になって人手不足の中でドローンとかロボットというのがやっぱ必要とされて、活躍する場面がどんどん増えてくるとは思うんですね。やっぱりその社会に出ていった時には、やっぱそれを使ってくれる皆さんとか、あとその周りにいる地域の皆さんがやっぱりその安全で安心して使える環境、そういうのを整えなければいけないとは思っても、そこが一番多分重要なところで、通常の皆さんが乗っている航空機であっても車であっても職員であっても、やっぱり安全安心というところがしっかりしてないとなかなか社会の中で広まっていく。そういう意味では我々としてはその実証試験とともにですね、いろんな基準であったりガイドラインだったりルールですね、そういうのを含めて整備して実際使うときにやっぱり皆さんが安心して、使って見ていられる、そういう環境を整えていくというのがやっぱり今後のドローンとかロボットの発展中の重要なところ。時間かかるとは思うんですけど、やっぱそこを地道にやっていかないと、なかなか将来につながって発展していかないと、そこが一番重要かなと思っています。その社会実装するというところでのそのガイドラインみたいなお話ですけれども、そこがこれからの課題とかチャレンジみたいな。そこは一歩一歩地道と言いながらやっぱり少しずつチャレンジしながら枠を広げていくというところが重要なんだと思っています。ありがとうございます。あと本日見学とかもさせていただきましたけれども、地域との連携というような部分に関連して常時このような見学などされていらっしゃるのかということと、そういったことも含めて
地域とかこのエリアの外のとの交流みたいなもの、連携みたいなものっていうのは。見学に関してはですね、一般の方も随時受付をやってまして、ネットでの申し込みになるんですけども、一般の方には見学したいというのはもう全部それは去年対応させていただきますし、あとはいろんな企業の方であったり自治体の方々であったりも全然視察とかですね受け入れたりしてます。また我々の方からも先ほど言った社会実装をいろいろ進めていくためにはやっぱりいろんな自治体の皆さんの理解も必要ですので、勉強会で我々の方から出かけていってそのドローンとかロボットの教育とか、あと来ていただいていろんな施設を見てもらって、あと実際飛ばしてこういうんですよとか、そういうことも積極的に進めております。あと年に1回ですけども、そのロボテストビルドの中で、ロボテスフェスタというのになってます。大学でオープンキャンパスみたいなしてるでしょうね。それでたくさん人に来ていただいて見ていただいて、体験してもらってる。あと今年のトピックスとじゃあワールドロボットサミット、フレイさんが主催なんですけれども、その世界各国のロボットの関係をされてる方が来て、いろんなチャレンジとか、コンペティションみたいな感じ、そういうのが予定されています。今少し今後のご予定みたいなものもありましたけれども、改めて今年来年の計画であるとか、中長期的なビジョンみたいなものを教えていただきたいですけど。昨年度になりますけれども、長崎県と福島県が連携絆特区というある規制緩和されたその特区というのに、指定を受けまして、今までそのドローンを飛ばすのにもルートを決めてここを飛んでいいようだったんですが、そのロボットの将来発展性も考え、その長崎県と福島県に関してエリアで認めていただいたので、そのエリアをある程度自由に設定して実際に近いような環境でドローンを飛ばせるような規制緩和していただいたので、もっといろんな実証を積み重ねていきたいかなと思います。あと今年に関しては先ほど言ったワールドロボットサミットというのもありますので、これはロボットを開発されているからもちろん参加するんですが、一般の方は見ていただいていいので、ネットに情報が出ておりますので、ぜひ皆さん参加して、ぜひたくさん来ていただいて、今のロボットとかドローンの現状なんかを理解していただければ大変ありがたいかなと思います。絆特区のお話もありましたけれども、福島と、長崎、これはそれぞれどういう課題があって連携に至っているんでしょうか。今我々福島県の方は産業復興ということでロボットに力を入れてますし、長崎県さんは離島がすごい多いんですね。で、物資の供給とかがやっぱり船とかだと時間かかりますし、そういうところでロボットとかドローンの活用ということで、今実際に固定力のロボットを使いながらそういう試験的とか実用もされています。なんで我々が持っている技術とか施設とか、あとは国の認定を持っているドローンですね、認定全部6社ある、そのうち2社こちらありますので、そのドローンを長崎さんに使ってもらうとか、そういうことにはお互い連携してドローンの社会実装の普及をやっていく、そういう感じで進めております。いろいろお話をお伺いできて、よかったです。お時間いただきましてどうもありがとうございます。こちらこそありがとうございました。